この本を読むだけであなたの時間の使い方が劇的に変わります。私たちが毎日主にしている時間はわずか1440分。この限られた時間をどのように使うかで人生の充実度や成功は大きく変わります。そんな時間の使い方を根本から見直し、効率化するための秘訣を伝えるのがケビン・クルーズ氏の1440分の使い方、成功者たちの時間管理15の秘訣です。この本では世界のトップリーダーや成功者たちが実践する時間管理術が15のポイントにまとめられています。無駄を省き、集中力を高めるテクニックから日々のタスクを最大限に生かすコツまで幅広い知識が詰まっています。この動画ではこの本の要点をまとめ、特に重要な3つのポイント、心に響いたエピソード、そして実生活での生かし方について解説していきます。最後には私自身の感想も交え、実際にどのような変化があったかもシェアします。あなたも1440分の価値を最大化するための第一歩を踏み出してみませんか。本の重要な3つのポイント紹介。ポイント1、1日の時間を最大化する考え方。1440分の使い方のタイトルにもある通り、1日は24時間、つまり1440分しかありません。この時間は誰にでも平等に与えられているものの、使い方次第で人生の質が大きく変わります。本書では、まず、時間は貴重な資産であるという考え方を徹底します。例えば、会議がだらだらと続いてしまうことや、なんとなくスマートフォンを眺める時間は、大切な1440分の一部が削られていると考えるべきだと説いています。成功者はこの時間を無駄にしないために、1分単位での時間管理を実践しています。具体的には、1日のスケジュールを15分刻み、で細かく区切り、目的のない活動を極力減らす工夫をしています。著者のケビン・クルーズ自身も朝の時間を最も集中力が高い時間帯と考え、最重要タスクを午前中に終わらせるようにしているそうです。これにより、午後の疲れや予定変更に左右されず、確実に成果を上げられると述べています。時間は無限ではない。この意識を持つことで、一日一日をもっと価値あるものにできるのです。さらに、成功者たちは時間の浪費を徹底的に避けています。例えば、会議の時間はできるだけ短くし、議題を事前に明確にすることで、無駄な議論を省いています。また、スマートフォンの通知をオフにし、集中を途切れさせない工夫も取り入れています。ケビン・クルーズはこれを時間の守護者になると表現しており、自分の時間を自ら管理することで、本当に重要なことに集中するべきだと強調しています。ポイント2、優先順位を明確にする。時間管理を成功させるために重要なのが優先順位の明確化です。成功者たちはただ闇雲にタスクをこなしているわけではなく、本当に重要なこととそうでないことを明確に区別しています。本書ではこれを実践するための手法として MIT という考え方が紹介されています。MIT とはその日の最も重要なタスクのことを指し、一日の始まりに今日一番達成すべきことは何かを決め、他の予定に惑わされず最優先で取り組むことを推奨しています。 MIT を朝のうちに終わらせることで、その日の残り時間に多少のトラブルがあっても最低限の成果を確保できるのです。さらに成功者たちは To-Do リストよりも時間割を重視しています。ただやるべきことを書き出すだけではなく、具体的な時間をブロックし、その時間には他のことを一切やらない徹底ぶりです。例えば、
9時から10時までは MIT に集中し、10時から11時まではメール処理、午後はプロジェクトの進行に専念するといった具合に細かく時間を区切って行動しています。こうすることで次に何をするかを考える時間すら減り、頭の中も整理され、生産性が飛躍的に向上するのです。ポイント3、習慣化と継続の力。どれだけ優れた時間管理術を知っていても習慣化しなければ意味がありません。本書では時間の使い方を改善するために小さな行動を毎日繰り返し確実に身につける重要性が強調されています。例えば早起きして MIT に取り組む習慣や日々の終わりに一日の振り返りを行う習慣を取り入れることで自然と効率的な行動が積み重なっていきます。ケビン・クルーズは習慣は努力を減らし結果を最大化すると述べています。毎日決まった時間に重要な仕事を終わらせることで意志力を消耗せず迷わず行動に移せるようになるのです。さらに成功者たちは完璧を求めすぎないことも心がけています。新しい習慣を身につけようとすると最初は思うようにいかないことも多いですが、失敗を恐れず続けることが大事です。例えば早起きが続かなくても諦めずにまた次の日から挑戦する。大事なのはやめないことです。成功者たちはできなかった理由ではなくどうしたらできるかを常に考えています。また本書では21日間続ければ習慣化されるという法則も紹介されています。短期間であっても意識的に続けることで行動が自然と定着し長期的な成功へとつながるのです。心に響いたエピソード。本書の中で特に印象的なエピソードは著者ケビン・クルーズがインタビューしたある大手企業の CEO の時間管理術です。その CEO は毎朝5時に起きて1日のスケジュールを細かく確認し、まず MIT に1時間半を当てることを習慣にしていました。この時間は絶対に他の予定を入れない聖域とされており、たとえ緊急の連絡があってもスタッフには一切つながないよう指示されていたのです。理由は単純で、最も集中力が高い時間帯に最も重要なタスクを完了させることで一日の成果が大きく変わるとの信念があったからです。彼の一日の予定は15分単位でスケジュールされており、移動時間や休憩時間まで徹底管理されています。例えばメールチェックは午前10時からの15分間だけ、会議は最大30分で終了するよう調整し、それ以上の話が必要な場合は後日フォローアップを行うルールがあるそうです。さらに午後3時以降は集中力が落ちることを見越して、クリエイティブな作業ではなく定型業務やルーティンワークに充てる工夫もされています。結果として彼は多忙な日々の中でも家族との時間をしっかり確保し、週末は完全に仕事を切り離して過ごすことができています。このエピソードは時間を制する者が人生を制するというシンプルな真実を強く実感させてくれます。私たちも朝の1時間を聖域として守り、本当に重要なタスクに集中する習慣を身につければ日々の充実感が格段に高まるでしょう。実生活での活かし方、1440分の使い方で学んだ時間管理術は日々の生活に簡単に取り入れることができます。まず最初に試してほしいのが MIT の設定です。毎朝その日の最も重要なタスクを一つだけ決めてください。それを一日のスケジュールの最優先に置き、他の予定に邪魔されないように集中して取り組む時間を確保します。例えば9時から10時まではメール確認を一切せずプレゼン資料の作成に集中するといった具合です。最初は難しいかもしれませんが、
1週間続けてみると確実に成果が変わることを実感できるでしょう。次に効果的なのが時間割の作成です。2、ドゥーリストを書き出すだけではなく、実際に何時から何時までを具体的に決め、タイムブロックとして時間を管理します。例えば8時から8時半、メールの確認8時半から9時半、プロジェクト A の作業9時半から10時、ミーティング10時から11時、資料作成。このように何をするかといつやるかを明確にすることで迷いが減り、作業の切り替えもスムーズになります。さらに午後の集中力が落ちやすい時間帯にはルーティン業務を入れるなど、自分のエネルギーに合わせたスケジューリングも大切です。最後にデジタルデトックスを取り入れてみましょう。スマートフォンの通知をオフにしたり、特定の時間帯は SNS を見ないようにするだけで驚くほど集中力が高まります。例えば朝の1時間はスマホを触らず、読書や瞑想に当てるだけでもその日のスタートが格段にクリアになります。成功者たちが実践しているこれらの習慣を少しずつ生活に取り入れることで、あなたも1440分を最大限に活かせるはずです。実際に試してみた感想、実際に1440分の使い方で紹介されている時間管理術を試してみて、最も効果を実感したのは MIT の設定でした。毎朝その日に一番重要なタスクを一つだけ決めて、最初の1時間を集中して取り組むようにしたところ、これまで後回しにしていた大事な作業が確実に進むようになりました。特にメールや SNS の確認を朝一番にしないことで、他人の要望や情報に引っ張られず、自分の目標に向かって最短距離で行動できる感覚がありました。これまで忙しいけど何も終わっていないという日が続いていたのが、 MIT を徹底したことで確実に進んでいるという実感を持てるようになりました。また時間割の作成も実践してみました。最初は15分刻みで予定を決めるのは難しいかなと思っていたのですが、実際にやってみると次に何をするかを考える手間が省けて、スムーズに行動できるようになりました。例えば9時から10時はプロジェクトの資料作成、10時から10時15分はメール確認、10時15分から10時45分は会議の準備といった具合に細かく区切ることで集中力も維持しやすくなります。さらに午後の時間帯に意識的にルーティンワークを入れることで、エネルギーが落ちても無理なく作業を進められる工夫も取り入れました。最後に試したのがデジタルデトックスです。特に朝の1時間はスマートフォンを触らないようにし、その時間を読書やストレッチに充てました。これを続けた結果、頭がクリアになり、集中した状態で仕事に入れることが増えました。通知に気を取られることもなくなり、気が散る回数が減ったのも大きなメリットでした。結果として一日の終わりにやりきったという達成感が増え、精神的な満足度も高まっています。まとめと感想、1440分の使い方は限られた1日の時間をどのように最大化するか、具体的かつ実践的な方法を示してくれる一冊です。成功者たちが実践する MIT の設定、時間割の作成、デジタルデトックスなどの習慣は、単に効率を上げるだけではなく、本当に重要なことに集中できる環境を整えてくれます。これを日々の生活に取り入れることで、無駄な時間が減り、やるべきことに意識を向けられるようになります。私自身も実践してみて、特に朝の時間の使い方が大きく変わりました。以前は目が覚めてすぐスマートフォンを確認し、ニュースや SNS に時間を費やしていたのですが、今は MIT
に集中する時間として確保しています。その結果、午前中には重要なタスクを終わらせることができ、午後は余裕を持って取り組むことができるようになりました。時間は有限であるという意識を持つことで、一日の充実度が大きく変わることを実感しています。この本を通じて学んだ時間管理術は、誰にでもすぐに始められる内容ばかりです。特に毎朝の1時間を大切に使うこと、無駄な予定を減らし集中することは、小さな変化のようでいて大きな成果につながります。もし日々の忙しさに追われ、やるべきことが終わらないと感じているなら、まずは今日の MIT を決めるところから始めてみてはいかがでしょうか。1440分の価値を最大化することで、あなたの人生も必ず前進します。今回の動画が少しでも参考になったと思ったら、ぜひ高評価ボタンをお願いします。また、今後も役立つ時間管理術や自己成長につながる情報を発信していきますので、チャンネル登録も忘れずに、通知をオンにしておくと最新の動画も見逃さずにチェックできますよ。皆さんのコメントや感想もお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。